まず気づいたのがね、ソングをちょっと見てみて私も気づいたんですけど、このソング画面寄れますかね。当然 MIDI の表示がこれ各トラック、もちろん MIDI モディオも使えますよねこれね。で各トラック出てるんだけど、なんかね MIDI の表示がね非常に見やすくなってますね。例えばここだとドラムが鳴ってるのが分かるじゃん、なんとなく混み合ってる感じ、とかパッドがバーって流れてるのが分かる。だからね、ここに何の音色が入ってるかなっていうのが一目瞭然で分かる感じでいい感じに、なってますね。もちろんミキシングもしっかりとコンソール状態で、ね、フェーダーと、ね、ノブがこうね整然と並んでる感じもようございますね。でね、さっきもちょっとね、言い忘れてたんだけど、例えばねこのモチーフ XF になってね非常に良くなった点が、例えばこの手のテンポがあるやつ、これテンポを変えるときにいちいちアルペジエーターの中に入ってテンポを変えてたんだけど、今回ねタップがついてます、この SF6 のところに。でこれで遅くなりましたね。ちょっと早くしてみますよ。といった具合にタップテンポここでもう自在に変えれてしまうんで、これはライブの時とかめっちゃ便利でしょうね。これも非常に素晴らしく改良された点だと思いますね、タップ。細かいことだけど、さっきのちょっとソングに戻りますけど、ミキシングのところでね実はですねドラムのボイスもねエディットできるようになったんですよ。これ実はね細かいですけど、前はドラムの音色はねエディットできなかったんですけど、ドラムの音色に入ってですねちゃんとしっかりとエディットもできるようになってしまったと。各音色のねエディットがね全部できるようになってます。というところも大きな改良点のポイントでございますね。でなんといってもすごいのが、びっくりというところですごいのがですね、これ SD ラムインテグレーテッドサンプリング用に SD ラムがもう最初から搭載されてます。 128MB 分ですから、そのエリアでサンプリングをしてガンガンにループリミックスとかねいろんなことして、ガンガンに作り込むことができます。中に入ってます。増設する必要はありません。でさらにすごいことにフラッシュメモリ、これをですねフラッシュメモリのスロットが2つあって、これをですね1つのスロットにつき 1GB までの、フラッシュメモリーを増設できます。ですから2つスロットがあるので合計 2GB までフラッシュ、メモリーが増設できる。フラッシュというのは消えない、電源を消してもずっと残ってます。消えません、意図的に自分で消さない限りは消えません。これは何が便利って、自分の XF が全部自分で作り込んだサンプリングの音をガーってもう入れっぱなしにして、もうどこに持ち歩いていっても全てもうスタンバイ状態になってるってことだ。これはね中の内蔵のねウェーブが倍になってる以上に、これはものすごいですね。めちゃくちゃ便利です。でヤマハのサイトから、XF 用のねファイルっていうのをサンプリングの、リソースをねこうやってダウンロードできるような、そういった仕組みも、ちゃんと用意されてるようですし、そこからダウンロードして、ここに取り込むということですね。2GB あったら相当使えるんじゃないかな。で今もね実は、もうすでに入れてあります S700。いいですね。 S700 のピアノも入ってる。もう一度もう入れちゃえばずっとスタンバイ状態ですからね。電源消しても消えませんからね。これは素晴らしいよね。 S700 とストリングス、オルガン、いい音のオルガンねすごい揃ってるんです。バリトン、これはもうめちゃくちゃファンキーですね。こうテナーサックススモーキー、サブトーンバリバリのサックス、
もう抜群にいい音ね。クラリネットのスイートボイス。生楽器系の充実度はもう素晴らしいんだけども、もっと素晴らしいのがね、アナログシンセの波形が結構入ってて、それが抜群にいいですね。こういうねフラッシュメモリにこういった音を詰め込んで、なかなかぶっとい音がするでしょ。ようござんすね。この手のホワイトノイズもね素晴らしい。これが、エスニック系。思わずくねっちゃいでそうなこういった音色がもうヤマハのサイトから用意されていて、これをフラッシュメモリにどんどん溜め込んでね、ガンガンに使えるんじゃないかなと思いますね。エクセフの拡張性、ものすごいことになっているというのがよく分かりましたね。それではですね、このパソコン今目にして、つないでますけども、モチーフエクセフを買うとですね、なんと Cubase AI5 がついてきます。で今立ち上がったのは Cubase AI5 で、モチーフエクセスエディターをインストールしてありまして、見ての通りもうバッチリでございますね。ここで当然例えば音が出てますけど、音色はもう自在に切り替えてもらって、もうバッチリいきますね。これね5万と音色が入ってますね、当然のごとくね。もちろん音色のエディットはもう自在にできますね。フィルター、例えばこれ、変えたりだとか、グラフィカルにねこうエンベロープを変えたりとか、こういうことができるからいいですね。だとか例えばエフェクトだとか、エフェクトなんかもこれね、しっかりと出てきますね。VCV のエフェクトなんかもしっかりと出てきますね。というように、このXF VST エディター、これを使うことで自在にいろんなことができるわけですけども、さてもちろんのごとくこの XF においてもリモートモード、これ完璧に作動いたしますんでね。もう一切向こう側触る必要なしとね、Cubase AI5 はね。よし、じゃあドラムを録音してみましょうかね。簡単、この、シーケンストランスポートを使うだけでOK。 次ベースいってみましょうか。よし、これいってみよう。いいんじゃないの。次、ギターいってみましょう。いいねいいね。じゃあ最後に LP。抜群にいいでございますね。じゃあプレイバック。バッチリですね。もちろんミュートとかね、ソロとかね、こんなことも自在にできちゃいますね。というように、コンピューターとの親和性というところで言うと、モチーフ XF エディターからね、
こちらに、ハードウェアに音色を流し込む、音色を管理する。でさらにこちらの、モティーフ XF からキューベースをリモートで完全制御する。こういった親和性が完璧にできる。これはねモティーフならではの世界観がしっかりと DNA として息継いでる感じでございますね。じゃあ最後にね一曲弾いてみようと思うんですけど、今からやる曲は私がねモチーフ XS にプロデュースして書いた曲なんですけど、中に入ってますけどね、デモソングとして。それをねモティーフ XF に入ってる進化した音色、それにちょっと差し替えてねやってみたんですよ。したらねこれめちゃくちゃ良くなっちゃいました。ということで、私のエクセレントセッションという曲なんですけど、これが、モティーフ XF で生まれ変わってしまったと、これ1曲やって終わりにしたいと思います。